どうも、極つぶしです。今回はですね、ものすごい自信のあるレシピ。僕ね、至高の塩焼きそばっていうのを前やってるんですけども、あれより美味しい塩焼きそばっていうのを見つけました。そして材料がすごくシンプル。でもこれめちゃくちゃうまいです。シンプルなのにうまいっていうのが料理研究家の真髄だと思ってる。なんで本当に美味しい塩焼きそばやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料なんですけども、まず焼きそば麺。これは僕いつもマルちゃんの買ってるんですけども、 150g の焼きそば麺、蒸し麺だったら構いません。それで鶏もも肉 100g ぐらい、そして、長ネギも なければいいんですけども、青いところがだいたい 2,30g、 白いところがだいたい 2,30g 用意してください。青ネギは香りを、引き立てまして、白いネギのところは甘みが出ます。だから具材として、両方やっていきたいっていう感じですね。ニンニク1かけ、生のレモンあったらいいですね。なければなんか調味料の棚に売ってるレモン汁、かけるだけのレモン汁あるんです。あれでも全然大丈夫ですけど、今回生のレモンがあるので生のレモン使っていきます。これ8分の1個ぐらいしか使わないからっていうのでやっていきたい。父さんも願える塩焼きそば来るにあたって何が必要か、願えるぐらい美味しいものを飲みながらやった方がいいですね。ハイボール派も願えるお酒を作って、今日のコルナライイエーイ。このグラスにどれだけ氷が入ったかによって私の運勢を占う茶番がある。じゃあやっていきたいと思います。皆さん全部入ります。ハイボール派が願えるお酒を、この対面ない、ちょっとあるよね。ちょっと水入れていきます。ということで皆さん乾杯。じゃあやっていきたいと思います。じゃあまず青ネギの部分ね、小口切り。にしていただいて、あんまりね切れてないとこもあるかもしれない。気にしない、ほんと。こっちは具材として食べたいので斜め切りしていきます。でニンニクですね。ニンニクもネギと一緒に炒めていくんでみじん切りにしていきますね。で包丁で潰してもいいんですけども、包丁で潰すと、怖いとか危ないとかっていう声があるんで、はあ、そしたらこうやって潰れますんで、潰したらこうやって芯を取り除く。芯っていうのは焦げやすいんで、こいつをちょっと粗みじんぐらいに。はい、こんな感じですね。でお野菜切り終わりました。今度はお肉を切っていきます。お野菜と同じまな板でお肉は切っちゃいけないっていう風に言われてるんですが、どうせ全部焼くんで殺菌されるんで大丈夫です。こうやってできる限りそぎ切りします。なんでかっていうと、そぎ切りした方が焼きそばとして食べるときに箸で掴みやすいからです。はい、だから、こうやって細切りとかじゃなくて、こうやって長細くスライスする。そうすると箸で掴みやすく、焼きそばとして食べやすい。これね、切り方も味に影響あるんでね、はい、できれば適当に切るんじゃなくて、これ長い状態で細長い鶏肉をこうやって斜めに切ると、非常に箸で掴みやすい鶏肉が、になります。少しの差なんですけどね、少しの差なんですけども、どうせやるんだったら美味しい方がいいですよね。でこんな感じですね。はい、細切りでいきました。皮がついたまで構いません。はい、そうしましたら、レモン切るの忘れした。レモンは、加熱しません。後で絞ってやるので、絶対に生肉と一緒に切らないでください。はい、こうやって基本的に厚切りってのはもうこんな感じでね。はい、こんな感じでね、レモン切れました。なんで、これを最後に添えますんで、じゃあ次行きましょう。はい、じゃあ焼きそばの美味しい食べ方極意を教えます。ラード、小さじ2杯ぐらいを入れてください。で十分に熱します。で焼きそばを焼くときは蒸し麺を先に焼く。
塊のもので構いません。焼きそばっていうのは大体袋に書いてある焼き方でやると焼かれてないんですよね。焼きそばっていうんだから小麦が焼いた香りがあった方が絶対美味しいんです。まずは焼き目をつけて香ばしくしていく。これすっごい大事です。でラードがなければ、サラダ油でいいんですけども、あればラードの方がやっぱり動物性の油の香りがつきますんで、ラードの方がやっぱり香ばしくなります。ラードが美味しい。はい。で今ひっくり返しました。ひっくり返しましたらここに焦げ目がついてますね。これが非常に重要なんですね。で裏面もこれぐらいね、いい焦げ目をつけていく。はい、全体がパリッとこれぐらいね、ところどころに焦げ目がつくぐらいになったら一回バットに置きます。はい。でここにもう一回ラードを入れます。ラードを小さじ2杯ね。でここに鶏もも肉ね、皮付きのままで構わず入れていきます。はい。でここに塩コショウ軽くしていきます。できれば皮目から炒めていった方がいいな。皮目からね、良質な鶏の脂が出ます。そうするとジュクジュクここにね、鶏の脂が出てくる。で皮が焼けてきて油がちょっとこうね垂れるぐらい滴り出てきたら、でここで青ネギ、なければ白ネギでも構いません。でここにニンニクを入れます。でここで 10g から 30g ぐらい青ネギと、1かけの、ニンニクで、これを中火で炒める。でこの時に重要なのがこの香味野菜をよく炒めることです。そうすることによって香ばしさが生まれます。この白焼きそばは香ばしさが命なんで、ほら見てください、軽く焦げてきましたね、ここら辺の節々が。はい。でニンニクが完全に焦げると苦みが出るので美味しくないんですよ。はい。だからこれぐらいの軽く焦げるぐらいでいいです。はい。軽く焦げたら焼きそば麺戻します。はい。戻して味付けしていきます。お塩これ3分の1、これぐらいですね。はい。でみりん大さじ半分です。甘みをつけます。これで酒が大さじ1、これ香り付けです。オイスターソース小さじ1、これがうまみと風味をつけます。でここで、具になる長ネギですね。これね最初にから炒めちゃうとこの長ネギの、具材感がなくなっちゃう。もうクタクタになっちゃって、でここに味の素、鶏肉のイノシン酸と、合わせるために味の素 1,2,3,4,5,6 振りですね。で最後に黒胡椒もう思ってる3倍入れます。はい、はい、この焼きそば世界で一番うまいです。じゃあ持っていきます。このね塩焼きそばマジでうまいな。あえてごま油使わないんですよ。これネギとニンニクのニンニクネギ油で仕上げるこの塩焼きそばなんですよ。これねうなりますよ本当に。はいはい、じゃあこれで最高に美味しい塩焼きそば完成です。はい、それではできました。いただきたいと思います。あー、もう一杯レモンチューハイでいきましょう。ちょっといただきます。香りがやべえな。これ市販の麺とは全然思えないですよ。おい最高ですね。ネギとニンニクを最初にちょっと焦がすまで炒めることによって香りがもうふわっときてるんでね、味の素を使うと美味しくないとか舌がバカになるとかっていう方結構いらっしゃるんですけども、同じ使い方1回してもらっていいですか。それで美味しくないって言われたらもう僕諦めるんですけども、まだ使いこなせてない方がいっぱいいるんで、ここにねいつものラー油も少し足して、これはもうレモンサワーやばい。トーントーンレモンはいレモンはい
うまっ。うまいだろ。うんで焼きそばねソースで食べるでしょ、みんな塩なんすよ。これはもう中華屋さんの塩です。鶏肉と長ネギだけでできるんで、最近はねあんまりいろんな食材を揃えてもないっていうのがあって、自分の中で地方シリーズ以外は、今回は長ネギと鶏肉しかできる。ちょうどいい。ちょうどいいでしょ。素材はね2素材ぐらいが一番使いやすい。だってこれ普段使いできるけど香ばしくてめちゃめちゃうまい。ハードル低いしね。ということで乾杯。リュウジのレシピでも、袋麺だけ使ってあれは使わないみたいああ、わかる。な。あれがいっぱい溜まってさ、使い時ないじゃん。あれはじゃがいもを切ったのをレンチンして2個ぐらいはだいたい 5,6 分やるとふかせるから、そしたらフライパンに入れてバター入れて粉末の焼きそばソースかけるじゃん。めちゃくちゃうまい。それはいいね。それね、結構知りたかった。なんか冷蔵庫なんか奥の方になんかちっちゃくなってこういっぱい詰まってわかるあれ使わないと結構ね。あのソースの特徴って普通のウスターソースと違ってうまみがすごく詰まってるんだよね。だから基本的にあれで炒めるとほぼほぼうまいから、だからなんかもやしを炒めてもうまい。ちゃんと味がついてる。味がついてる。だからあれ一つで味が決まっちゃうから、焼きそばだってさあれで炒めると全部美味しくなっちゃうじゃん。そっかそっか。なるほどね。なんであれはそれはいい。あれはね野菜炒めとかで使ったりソース味になるけどね。で一番野菜の中でソース味が合うのはじゃがいもだから。